回の動画では京都で石灯籠を販売する北山さんと一緒に奈良にある石灯籠を見に行ってきました。メーカーってはい。ここです。おお、鹿が。そうです。基礎の竿の下をはい。鹿がこう下台の部分を受けてる。で、世にはもう春日道路、春日道路って言われてるけど、はい。実際はこれが一番元になってるって言われてます。なるほど。はい。すげえ。最高のスタイル。はい。最古のスタイル。そう。北山さんの解説を楽しみながら動画をご覧ください。皆さんこんにちは。ジャパニーズガーデン TV の松永です。今回もですね、北山渡観園さんに来ておりまして、北山さんに、灯籠についてまた詳しく聞いていきたいなと思っております。それでは北山さんです。はい。北山渡観園の北山です。よろしくお願いいたします。お願いします。5つに分かれるという話前はしたんですけど、はい。その置き灯籠を雪見道路、生け込み、変形型、基礎のついた灯籠みたいな感じで。かなり前の動画ですが、こちらの動画ではいくつも種類がある灯籠の中から台付き灯籠に絞って北山さんに解説していただきました。お話しさせていただけたらなと思っております。そして台付き灯籠の中でも3種類の台付き灯籠について北山さんに解説していただきました。八角形で数ある灯籠の中でも古い型式である湯の木型石灯籠、六角形の台付き灯籠の中でも基本的な形である法華堂型石灯籠、四角形で名前がいくつかの呼び名がある五愛型石灯籠。これら3つの灯籠を詳しく説明してもらいました。大体皆さん略して湯の木って言います。そしてもう一つ大切なことを北山さんは伝えてくれました。名前のその由来っていうのは、はい。奈良県の春日大社にこれの本家があるんですね。でこれはもう写しです。奈良県春日大社にある湯の木型って言われる灯籠を模して作ったもの、写しになります。ほとんどの灯籠には本家と呼ばれる元になった灯籠が存在します。その本家である灯籠は何百年何千年前に作られたものであり、現在存在している灯籠はほとんどがその元となるデザインをコピーしたものです。当然ながらこれらの灯籠にも本家があります。そこで今回は北山さんと一緒にこれら3つの種類の本家を奈良まで見に行ってきました。これらの灯籠の本家はどのようなものなのか一緒に見ていきましょう。京都から南へ車で1時間ほど奈良までやってきました。奈良は京都よりも古い都であり、今でも日本の根幹となる文化財が数多く残っています。特に奈良公園と呼ばれる地域には春日大社や東大寺など多くの寺社が集まっています。また奈良公園内では神の使いとされる鹿があちこち歩き回っています。境内に入ってすぐ北山さんが特徴的な灯籠を教えてくれました。これおお、これ。これは一つまず有名。これね、
原井戸神社と言います。はい。ねはい。でこれが原井戸神社型石道路、通称というか僕らは原井戸って呼んでるんです。原井戸で、ただすごく世界中にというかもう日本中に有名な春日道路ってあるでしょ。春日神社型の春日道路、春日道路っていうのは、はい。これがモデルになってるって言われてます。ああ、そうなんですね。もうこれの特徴ははい。この火袋のはい。この側面に鹿がいるじゃないですか、はい、まあおじかとめじかといるんですけど、はい、この鹿というのは神さんなんですよね、ここの奈良では。こちらは角があるおじか。こっち側が、角なしなんで目近ですね、はい、でこのまあ鹿の彫刻がされてて、春日道路っていうのは大体鹿の彫刻がされてるものが春日道路なんですね、はいはい、で、まあ、世にはもう春日道路、春日道路って言われてるけど、ね、はい、実際はこれが一番元になってるって言われてます。なるほど、はい、この奈良でこの春日大社で有名なのは、はい、本当に近いところでパッと見れるんですけど、これ、これの何が有名かって、はい、ここです。おお、鹿が。そうです。基礎の竿の下を鹿がこう下台の部分を受けてるっていう、はい、伏せるっていう字に、まあ鹿って書いて、はい、まあねじかとか、はい、まあ呼び方してますね。こういうこの四角のね、はい、常夜灯って書かれてる、これもまあ西屋とかと同じスタイル、四角型なんですけど、はい、すごくよくできた灯籠だと思います。すごいここの模様とかも綺麗ですね。そうなんですよ。他のまあ四角とね見比べて、はい、例えばこの中大のこの区画を2じゃなくて3区画に分けたりとか、はい、まああとは傘の裏にたるきって言うんですけど、こういうのをつけてる装飾だとか、はい、細部まで本当に美しい仕事をしています。これはまあ要は石屋のプロ目線として、よくできてるなっていう。そうですね。はい、綺麗にできてます。春日大社の石灯籠は境内に約2000基以上設置されています。これらはすべてこの神社の神様への奉納として寄進されたもので、奈良時代から現代までの1000年以上の間をつないできた歴史の証となっています。それでは今回の本題であるこれらの灯籠の本家を見に行ってみましょう。湯の木型灯籠とおわい型灯籠の本家はこの宝物殿の入り口にあります。まずは湯の木型石灯籠を見てみます。湯の木っていうのは湯の木の下にあったから湯の木っていう名前で、はい、これが本家です。平安時代の後期1137年に春日大社に寄進されたものです。北山さんのお店にある写しの灯籠と比較してみましょう。かなり似ていますが、ところどころに違いがあることがわかります。この本家があったからこそ、今でもこの灯籠のデザインは現代でも生き続けています。春日大社の中にこのおわい型灯籠がたくさん並んでいる道があります。
それがこの場所。ここです。ここが、お間型。はい、お合堂。これがお間堂。ここに立ってるのが全部四角じゃないですか、はいはいはい。角の。あこれが、まあ、要は西野屋の語源になってる、はいお合道、お合堂に立ってるお間灯籠、はい四角型の。お間型灯籠。春日大社にあるたくさんのお合型石灯籠。その中でも西野屋さんから寄進された灯籠が特に形がいいとされました。そのためこの灯籠は西野屋型石灯籠とも呼ばれています。全部お間型ですね。本当にそうです。おーなんかね、見えへんな。僕字が、まあ、眼鏡忘れた車に、はいそれ一つ、これが僕の中でははい。西野屋だったんじゃないかなと思うんです。でもちょっといやーは書いてあるけどな。確証はありませんが、これが西野屋さんが寄進されたものではないかと推測します。春日大社には西野屋さんが寄進した灯籠が何基かあるそうです。ぜひ探してみてください。それではこのお合型石灯籠の本家も見に行きましょこっち側はまあ、はいお間型。お間型です。う。こちらがお合型石灯籠の本家です。このお合型の一番古いものが本家として宝物殿にあります。元弘3年に寄進されたと記されています。当時火袋の部分が当時も木製だったか石だったかというところはちょっと不明ですけど、僕は石だったんじゃないかなと思ってます。比較してみると違いが分かって面白いですね。こういっぱい灯籠ありますけど、こう歩きながらなんかこの灯籠は出来がいいなとか。ああ、もう全然見てますよ、それは。はい。そうですよね。バランスがいいとか、はいまあ大きさも含めて、常に目はそこに行ってます。結局なんか古いイコールいいみたいになるんじゃなくて、やっぱりこう全体的なバランス、例えば竿が長すぎないとか細すぎないとか傘の肉厚とかもいろんなもん含めてなんかこう僕個人の好きなデザインっていうのもあるし、はい例えばその庭作りをされてる方々が好きな好みのいわゆるバランスとかもあったりもするし、やっぱそういうもんがいいんだと思いますけどね。なるほ歩いている途中、北山さんが一つの灯籠を見つけました。いわゆる灯籠を、ど。展示販売してる業者としてはい。バランスがいい。確かにバランスいいですね。なんか。よくできてます。みんなそれぞれね、多分いろんな石工さんがね、駆使して作ってるんだと思うんですけど、これなんかはね、みんなお間どのは木製で作ってる部分をわざわざ石で作ってますよね。確かに。いつのなんだろう。わかんないです。こっち書いてあるかもしれないですね。あ、書いてありそう。平成9年。最近ですね、本当に。でもこれは多分すごく腕のいい石工が、平成9年にわざわざちゃんと習い石で作ってると思います。はい。で隣を批判するわけじゃないですけど、例えばこれ令和元年じゃないですか。
はい令和元年ってことは今から6、7年前に作ってて、はいでも平成9年ってことは平成31年まであったんで、はいまあ20年ほどしか変わんないんですよね。うんでもその朽ち方じゃないけど、うん朽ちてるんじゃなくて朽ちたように作ってる。なるほど。少し柔らかく。確かにこの中台の部分とかなんかうん模様とかがそうです。それももっとこう本来だったら丁寧に彫ってもいいんですけど、こう柔らかくこうなんていうんですか、時間が経って風化したようなイメージも出しながら彫ってますよね。本当だ。同じ種類の灯籠でもそれぞれの灯籠で質に大きな違いがあることがわかります。3つのうちの最後、法華堂型石灯籠の本家を見に行きます。その本家は東大寺法華堂前にあるということで、そこに向かいます。若くなってから当初はやっぱり石灯籠というのはこのはい仏道か、はいもしくは社殿なんかにはい一本で立てる。前回の動画でもお伝えしましたが、もともと灯籠は仏殿社殿に対して一基のみ据えられていました。これは神仏に火を献じるためのものでした。そこから何百年という長い年月が経ち、だんだんとお庭の中でも使われるようになったのです。だからこれが日おー本のすげえ。最高のスタイル。はい。最古のスタイル。そうん。う仏道の、はい。仏道前に一基建て。はい。これ古いスタイル。古いですね。うちの弊社の展示場ではい。見ていただいた法華堂前、はい型道路石道路、はい三月堂型はもっと小さかったと思うんだけど、大きいですね。大きいこれぐらいの大きさな本来は。これが法華堂型石灯籠の本家です。建長6年に中国から来た石大工である井野幸末によって作られたと銘が残っています。よーく見てほしいんだけど、はい。基礎と竿あこれ同じ石はい。で、中台とはい。竿とかもう石が明らかに違う。同じ花崗岩なんやけど、これ奈良石。要は宝珠、傘、火袋、中台までは奈良石でできてて、はい。竿と基礎、違いますね下台と明らかは同じ石だから、要は僕の推測やけど、にはい。これも、一度は倒壊してて、本当に古いものはここの竿だけ、はい。竿だけで竿と基礎だけ。基礎だけ。うん地震などで倒れてしまった時に、胃袋や傘など上の方にあるものは落ちた時の衝撃で壊れてしまいます。一番残らへんのはやっぱり火袋で、もっと言うと中ではい。火を焚くわけ。はい。火を焚くとこれ花崗岩やから、はい。花崗岩はあまり熱に強くないのね。だから温度はそんなに上がらへんにしても、やっぱり毎日検討したり、夜になったら明かりつけたりすると、徐々に花崗岩自身も傷んでくる。そこに小さな揺れの地震が起きても倒れちゃった時にやっぱり火袋が粉々になる。だから火袋だけでも多分何回も作り変えられてる。なるほど。そう言われてみると残らないですね。そうです。1000年近く前に作られた灯籠をこのようにして見ることができること、それは奇跡的なことなのだと強く感じました。なんかやっぱりこうバランスがいいというか、傘も倒れてわらび手も欠損して、なんか全体的に傷んでるように見えるけど、なんかこうなんかなんかいいのよ。そうですね。これだけで絵になるというか。そう、もうこれだけで絵になる。
そしてまた灯籠の本花を見ることの大切さを実感することができました。してしまいますし、でも実際ね、鎌倉時代平安時代から残ってる石灯籠があるということは、言ってみれば不滅なものですしそういう意味でこうね、ずっと今現代まで残ってきてるこのデザイン、石という性質も含めてですけど、要は洗練されてたからゆえに今もなおそれが受け継がれて残ってるんだなっては思いますけどね。はい、石というものは1000年以上という本当に長い年月でもその形を残すことができます。だからこそその当時の人の営みやその歴史を今でも感じることができます。それはとても大きなロマンがあるなと今回の見学を通じて改めて感じることとなりました。